どうも皆さんこんにちは、私です。今日はですね、前回 LT1000 の紹介をしたと思うんですけど、それ以外にもですね、秋になっていろいろ購入したものがあって、今見てもらってわかるかと思うんですけど、ダークシャドウのアイテムとかいろいろ購入したのがあるので、まとめて紹介しちゃおうかなと思って動画を撮ってます。これはですね、秋冬の新作というわけではなくてですね、24SS のセール品で購入したものですね。よいしょ。このディティールを見てもらえればわかるかと思うんですけど、ダークシャドウの定番のパンツのクリーチカーゴというものを購入しました。クリーチカーゴの中でも結構いろいろと種類があってですね、 24SS ではワイドパンツのバージョンとかが出てたり、あとは定番でクロップド丈のものとかが出てたり、いろいろあるんですけれども、私が購入したのはこのスリムストレートのタイプのものですね。結構ワイドパンツバージョンだと裾引きずっちゃいそうな感じがしたので、スリムの方を私は選択しました。クリーチカーゴドローストリング、サイズが XS で素材が RIG、 リグって読むのかな、定番の、スウェットパンツみたいなコットン100のものですね。ウエストの部分がちょっと別の生地で、切り替えられているっていう、夏場にはちょっと暑いかもっていうぐらいの、ちょっと裏が若干起毛しているかなっていう感じのスウェット地ですね。冬場にはかなりぴったりでいいんじゃないのかなと思う生地感で、 RIG は定番でよく出ているパンツなので、これがセールで購入できたのは結構お買い得だったんじゃないのかなと思います。以前もこのタイプのパンツ買ったことがあったんですけど、その時はサイズ S を買って、サイズ S でちょっと大きいかなと思って結局すぐ手放してしまって、でもやっぱり気になるなと思ってサイズ XS をですねずっと狙ってはいたんですけど、日本人からするとやっぱりちっちゃいサイズって人気だと思うので、セールになる前に売り切れちゃったりしてるんですよね。なのでなかなか手に入れられないでいたんですけど、今回はサイズ XS がたまたまセールにかかって残っていたので購入することができてよかったなと思います。でダークシャドウのパンツはですね、リックと違ってこういういろんなところがマジックテープになってるので、結構カジュアルに使えるのかなと思います。ポッズとかは夏場によく履いてたりするんですけど、冬場にも気軽に履けるリックのパンツ欲しいなと思ってたので、これ購入できてよかったなと思います。サイズも XS でぴったりだったので、後で着画とかを撮って見せていければいいかなと思います。これが1点目ですね。次に購入したのはダークシャドウとコンバースがコラボしたトートバッグとバケットハットですね。このコンバースの色味というか素材って以前紹介したスニーカーと同じ生地が使われているものになります。ちょっと持ってきます。これですね。以前まとめて3足ぐらい紹介したと思うんですけど、このスニーカーと同じ生地同じ色味のものになってます。このスニーカー気に入って履いていて、だいぶ今汚れが出てきたかなと思うんですけど、ちょうどセールで安くなっていたのでついでに買っちゃおうかなと思って購入しました。ただですね、一応同じ生地同じ色味って言ったんですけど、このトートバッグの方は同じような感じなんですね、触った感じでも。ただこっちのバケットハットの方は同じように見えて若干生地違うんですよね。薄手でもうちょっときめが細かい生地になってます。やっぱり頭にかぶるものだからなのか、そのままゴワゴワしたキャンバスを使うわけにはいかなかったのかなという事情があるのかもしれないです。ちょっとカメラではわからないかもしれないんですが、このバケハの生地の方が赤みが強い色出しになってます。実際にこれ被って遠目から見たら分かんないぐらいかなとは思うんですけど、同じ生地が使われていると思って購入したものなので、そこはあららという感じではあるんですけど、セールで安かったということもあっていいかなと思っています。同じシーズンに出ていたなんていうかな、セットアップアイテムというか、この3点セットで多分出ていたものだと思うので、当初はねそこまで欲しいかと言われたらそうでもなかったんですけど、パンツを買うついでに一緒に買うっていう機会があったので購入してみました。ちょっとこのトートバッグの方はですね比べてみようかなと思うんですが、この、リックの靴を買うと一緒についてくるいつものトートバッグあるじゃないですか。
色味は結構こっちの方がカーキっぽい感じなのかなと思います。毎シーズン結構このトートバッグも色のブレがあるんで、そこの色の違いとかは正確ではないかもしれないんですけど、私が使っているリックのトートに比べると、やっぱこっちの方が赤みが強くて茶色っていう感じですよね。こっちは若干緑という印象があります。で、サイズ感なんですけど、こっちが縦型でこっちが横型なんですよね。重ねてみればわかると思うんですけど、大体一緒ですよね。あとはこっちがちょっとネルっぽい生地というかなのに対して、こっちはキャンバスっていう感じ。大きな違いといえばマチがあることぐらいですかね。さすがに商品として売り出すからにはちゃんとしなきゃいけないなっていう感じだったのか、マチがちゃんとついている仕様になってます。で、中身に関しては別になんか内ポケがあるとかそういうわけではなくて、一枚布の簡単なトートバッグなので、そこまでしっかりしたものではないんですけれども、リックのこのトートバッグ結構使ってて使いやすいなと思ったので、横型で似たようなのがあったら持ってて困ることはないかなっていう感じですね。紐の長さも若干こっちの方が長いかなぐらいですかね。使ってて伸びちゃっているような気もするんですけど、ここまで大きな差はない気がします。スニーカーとお揃いで使えるので、なんか使ってる人もいなさそうですし、意外と気に入っている商品ですね。はい、次はこのバケットハットですね。ロゴ以外は別に特徴があるようなものではなくて、普通のバケットハットですね。中も内張りがされてるとかそういうわけでもなくて、サイズが ML っていうサイズですね。3サイズ展開で、これが一番大きいサイズなのかなと思います。被ってみた感覚としては、私結構頭が大きいので被れなかったらどうしようかなみたいな心配も若干あったんですが、意外とぴったり被れてよかったです。このバケットハットタイプだとチャンピオンコラボのものとかも被ってみたことがあるんですけれども、あれは LXL とかいうサイズまで展開してたと思うんですけど、このコンバースコラボの ML サイズの方が大きいんじゃないのかなと感じました。ブランドによっても違うと思うんですけど、これは被ることができたので普通に使っていこうかなと思います。はい、で最後の1点ですね。これがよいしょ、リックのキーホルダーですね。定番でよく出しているペンタグラムっていうんですかね、5芒星の、キーチェーンですね。これは毎シーズン定番で出ているアイテムなので、見たことあるよって人もいっぱいいると思うんですよね。一応ダストカラーのレザーのケースに入ってました。なんてことはないただのキーチェーンですね。別に素材がシルバーとかっていうわけでもなく、普通の何だったかな、パラディウムって書いてあるんですが、ブラスって書いてあるか、真鍮に何かメッキ加工をしているものだと思います。だから使ってると金色っぽく剥げてくるのかなっていう気がします。でこのキーチェーンですね、ベルトループとかにつけるのかなと思って購入したんですけど、このフックが意外とちっちゃいんですよね。なのでベルトループ、デニムとかだったら無理やりつけれないこともないんですけど、ちょっと無理が出ちゃうかなっていう印象があります。多分リックのバッグとかってこれをつけるためのなんか金具みたいのよくついてるじゃないですか。だからあそこにつけてなんかプラスでデコレーションしてあげるのが正解なのかなとか思います。私はなんか自宅用の鍵とかのあれに適当につけちゃおうかなと思います。これをねチェーンにつけてネックレスにしている人もいたりするぐらいなので、自由に使っていってあげればいいんじゃないのかなと思います。こういうなんかごちゃごちゃとしたキーチェーンの集合体みたいなものが家にあって、これとかブリーチの残白刀ですよね。で仮面とかで、これがドラッグオンドラグーン2っていうプレイステーションのゲームがあるんですけど、あれを購入した時に特典でついてきたキーチェーンとか小中学生ぐらいの時に買ったやつだと思うんですけど、なんか捨てるのもったいないなと思って、家のなんかごちゃごちゃしたものをとりあえずここにつけるようにして一式ここにまとめているんですね。でなんかこれが家に飾ってあった時に、この中にこのリックとかを足したら結構面白いかなと思って、最近なんかバレンシアガとかバッグになんかごちゃごちゃしたダサいキーチェーンがついているっていうんですかね、ダサいっていうとちょっとファンに怒られちゃうかもしれないんですけど、なんかナード系のオタクグッズみたいなものをハイファッションに混ぜてデコレーションするみたいなスタイルが結構ベトモンとかあの辺りから派生してきて、でバレンシアガできて続いていると思うんですけど、その印象がちょっとあったので、私が子供の頃に持っていたこのオタク系の
キーチェーンの中にリックを混ぜてあげるみたいな、別にこの状態で持ち歩こうっていう感じではないんですけど、なんかやりたくなったんですよねリックオーエンスとかハイファッションを好んでいる人ってなんか結構無口で無機質でツンケンしてるイメージがあるんですけど、あんまりそういうの私好きじゃないので、あんまり気取った感じで使いたくないなと、ごちゃごちゃしたオタクグッズの中に紛れさせるぐらいが私はちょうどいいのかなと思って気に入ってます。はい、履いてみました。どうでしょうか。普通のスリムストレートのスウェットパンツなので結構足はですね細身になってますね。で、腰回りに特徴的なディティールがついているのかなと思います。サイドのなんかテープみたいな部分の横にこうポッケがついてるんですね。この1個のポッケだけではなくてカーゴパンツみたいな感じなので、この前のここもベルクロのポケットになってます。で、このベルクロのポケットの後ろ側ですね、この裏もここがちゃんとポケットになっているので、前面だけで3箇所ですねポッケがあるんですよね。なので携帯とかキーケースとかちっちゃいお財布とかだったらポッケに入れてもかさばらないと思うので、これだけでバッグとかもなしで手ぶらでフラッと外に出かけていけるようなパンツなのかなと思います。で、後ろはですねこのさっきお見せしたベルクロのポッケがついているので、合計8個のポッケがついているパンツだと思います。で、裾は細身なので結構リックだけ長いんですけど、かぶせてあげるとこんな感じでクシュクシュっと溜まってくれるので、私としてはこっちの方が引きずらないで済むんですよね。裾引きずってだるっとボロっと履くのが最近のトレンドというか、そういう人多いかなとは思うんですけど、私は苦手なので、家とかでも部屋着としてだるっと着てあげたいなと思うので、靴履いてない時とかも床に擦っちゃうのちょっと嫌じゃないですか。なので私は結構細身で、足首あたりで止まってくれる方が嬉しいかなと思います。で、ウエストは XS でだいたいですね30インチ前後ぐらいだと思います。紐で縛ってあげるともうちょっとちっちゃくなるのかな。で、リックだと44か46あたりを履いていますね。で、せっかくなのでこれが、一緒に購入したトートバッグですね。靴とお揃いの生地なので、こんな感じで一緒に持ってあげても、実際持つ時って肩にこうかけると思うので、そこまでお揃いですよみたいな感じは出ないのかなと思います。いいですよね。これロゴがちょっと入っているとはいえ、逆にしちゃえば本当にただの茶色っぽいトートバッグなので使いやすいんじゃないのかなと思います。日本で発売されてはないと思うので、いっぱい持ってる人とかいないと思うので、さりげなく気軽にリックを使えるのかなと思います。私はちょっとこれついでにセールで安かったから購入したって話したと思うんですけど、ちょっと目的があって購入したんですよ。茶色っぽい色味のキャンバスバッグをあれと合わせたらちょうどいいかなっていう想定があって購入したので、そのカスタムみたいなものを、別の動画でお見せしていけたらいいかなと思います。はい、ということで今日は最近買ったリックのアイテム4点ですかね。パンツとハットとバッグとキーチェーン、夏のセールの戦利品の紹介でした。ここからまた秋冬の新作とかも買っていくんじゃないのかなという気がするので、その際にはまた動画作っていこうかなと思います。ではまた。